そういうのをね、考
飾り棚みたいなものを用意して、そこでね、うまく飾る。一つのね、素材の統一感を作ってあげたりとかね、ガラスの照明をね、暗いとかで下に向けて明るくするより、天井に向けて明るくして、そのね、反射の光で部屋全体明るくなった方が、雰囲気がね、良くなりやすいです。というのも、シーリングライトって一箇所からの強い光なので、ぽっかり開けなければいけないっていう問題ってありますよね。なので、その壁をことができます。これ遮光性めちゃくちゃ高いんですよ。かなり真っ暗になります。で、電気をこれもね調整できちゃうので、この電気でブラインドなんでめちゃくちゃ遮光性高いです。ほら、だいぶこれで暗くなります。こんな感じでかなり映像は綺麗に明るくね映っておりますね。ただこれだけだとちょっと微妙でおります。家を購入されて1ヶ月ということなんで、もう本当にね引っ越したてということですね。で、今あるものを見ていただくと、ソファーとかテーブル、あとはねチェアと電子ピアノかなっていうのが窓際にあります。これだけだとね、僕の方も長文は送るなとね釘を刺したわけなんですが、実際ねもうちょっと聞きたいなっていう部分があって、例えば家族構成とかライフスタイル、どんな風な生活しているかっていうのをね聞いてみたんですよね。一人暮らしで来年猫ちゃんを飼う予定ですと、普段はなんか足りないなみたいなね、内装はいい感じにできたんだけどインテリアちょっと難しいな、なんかいいアドバイスありませんかみたいな感じで相談受けて、増作なんですか。ああいうのがあるわけじゃなくて、そうなんですね。面白い。で、こっちも水回りってことですか。怖いな。自動的に明るくなったね。結構広さありますね。いや、俺本当にびっくりしたんだけど、ぴったりです。それでは8月26、27日の生配信。
アパレルの店員だったりもしたじゃないですか一応ね。ちなみに今とか洋服とか結構好きですか？まだ。まあ好きには好きなんですけど、今回は僕の方でテーマをいろいろ考えてみました。なんでちょっとそのテーマに合わせて牧雄君にコーディネートしてもらって、でちょっと洋服の紹介、どんな洋服、どんなコンセプトとか、そういうファッションアイテムのこうよこれ2万8000円ぐらい。おお、ここら辺はタダなんで。はいというコーディネート、はいはい、分かりました。さんとさ、変だから相性意外良さそうじゃない？何喋るか気になるかも。え？これ帰国子女でだから住んでたので、日本に帰ってくるとなかなか